構可愛くなったと思いません？皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はこの間これは私にはね似合わないんじゃないかって言ったこの着物を可愛くコーデしていこうと思って頑張ってみようと思います。コメントでもいただいたんですけど、よく見ると丸いモチーフが使われてるんですね。菊の丸とかこの車輪の丸とかなので、意外といけるのかもしれないって思ったので、早速2パターン考えてみたいと思います。帯はこの間買ったこのオレンジの帯と、こちらは某着物 YouTuber さんからいただいた赤い帯をね合わせていこうかなと思います。診断を受けた時によくお洋服とかね着物のコーディネートとかでも3色以内に抑えるとまとまりが出るっていうのがセオリーじゃないですか、コーディネートの。だけどキュートタイプの人に限っては色はたくさん入れていいっていう助言をいただいたので、ちょっとこういう感じのね落ち着いた雰囲気とは全く違う感じの帯を持ってきてみました。赤っぽいのとオレンジっぽいのです。じゃあこれで、半襟ですね。半襟はこっちの赤い帯の方の時は赤い帯が濃いということで半襟は白にしようかなと思います。でオレンジ色の方はこの椿庵さんのルリアザミだっけ、このねポンポンフラワー半襟を合わせようかなと思います。これよく見たらね丸いモチーフですよね。これもレースが丸いレースなんですよ。はい、丸々な感じです。こんな感じで半襟はこれで、帯揚げと帯締めいろんな色をね入れていいって言われたので、そうですね、まさかねどうだろう、グリーンとかの方がいいかな。でも意外といいかもしれない。でこの発色のいい黄色、これもいいかも。でも意外にこれ良かったな。これね、こっちがこれでもいいかな。こんな感じで帯締めを結構これがいいかも。でこっちはこれでこんな感じにしてみようかな。そしたら三部紐はね、これは白っぽい方がいいかなと思うんですよね。黄色とかでもいいかも。
こっちを白にするかね。こんな感じにしてみようかなと思います。結構可愛くなったと思いません？結構可愛い感じになるんじゃないかなと思います。じゃあどっちか着てみます。はい、では着ていきたいと思います。今回着ていくのは赤い帯の方ですね。赤い帯の方のコーディネートを着ていこうと思います。オレンジ色の帯の方も一応最後に着姿をご覧いただきますので、そちらもご覧ください。はい、では今回はショート動画の方でもちょっとだけお知らせした絞った手ぬぐいをほどくワークショップに行った時のことをお話ししようかなと思います。こちらのなんていうんですか、メーカーさんは基本写真撮影とかも NG で、ちょっとだけ自分のためにだったら写真を撮ってもいいけど SNS などにはアップはしないでくださいっていう感じのところだったんですね。なので全然お写真とかないんですよ。その時の動画ももちろんないんですよ。なので私が話すことしかできないんですけれども、よかったら聞いてください。そこのメーカーさんは有松にある本当にね有名な絞りメーカーのところで、その新作発表を兼ねて銀座で一般の方を招待してワークショップをしたり、あと問屋さんとか呉服屋さんを呼んで今年の新作を見せて、注文を受けるというような会だったんですね。で、私は一般で、インスタか何かでそのワークショップがあるっていうのを見つけたんで、ぜひね、やってみたいと思って、それで応募したんですね。手ぬぐいの絞り留めをほどくワークショップですけど、竜巻絞りになってる手ぬぐいをほどくんですね。で、私前に仮想用さんの帯揚げの体験でね、ちょっとだけ竜巻絞り教えてもらって、自分でも絞ったんですけど、本当の職人さんの絞りってもうガッチガチでめっちゃくちゃガッチガチに絞ってあって、まず糸を切らなきゃいけないんですけど、その糸を切るところが見つからないんですよ。硬くてリッパーで糸を切っていくんですけど、リッパーを入れるところがまず見つからなくて、ぐーっと絞ってあるところの端を引っ張って少し見えた隙間にリッパーを差し込むっていう感じで、もうガッチガチに絞ってあって、さすがね本当の職人さんっていうのはこんなに硬く絞るんだっていうのをね目の当たりにして、ほんとすごく勉強になりました。その絞った手ぬぐいはショート動画でご紹介しているので、よかったらそちらも見てみてください。で、その絞りをねほどくワークショップが終わった後に作家さんのお話をね少しトークショーという形でねお話を伺って、でもねその時参加してたのが私ともう一人の女性の2人だけだったので、結構ねいろんな私たちの質問に答えてくださったり、新しい新作をね作る時のエピソードとか、すごく楽しいお話をね聞かせていただいて、とても楽しかったです。いろんなことが知れて勉強になりました。で、そのね私たちがいた部屋には新作の着物がずらっと並んでるんですよ。5、6枚で、どれか気に入ったのがあれば羽織ってみませんかっていう感じだったんですけど、さすがにね高級品だし買えないし、いやちょっととかって言って、逃げてたんですけど、そのお話がね終わった後、はいでは皆様っていう感じで、今まで閉じられてた襖が開けられて、そこの奥に大きなね広間が広がっていて、反物がね両端にずらーっと並んでるんですよ。わー来たーと思って、やっぱりこうなるよねと思って、で私とその女性もあははははみたいな感じで苦笑いだったんですけど、そこで帰るわけにもいかないので、じゃあちょっとだけみたいな感じで拝見させていただきました。で、アテンドしてくれた女性が2人いて、その方もねもちろんそこのね絞りのお着物に絞りの帯をね着てらしたんですけど、お二人とも一襟に仕立ててありましたね。合わせではなかったですね。一重に仕立てた絞りのねお着物を着てらして、
やっぱりメーカーさんでも一重を着るんだなって思いましたね。伺ったのは2月ですけど、ね、全然合わせの時期じゃないですか。ね、もう一重でいいんだなと思いましたね。そういうわけで、反物の部屋にね、連れて行かれて、端からね、見ていくんですよね。で、確かに本当に素敵でした、どれも。すっごく綺麗だったし、もう絞りもね、凝ってるし、私もいいなーって思うのが一つあって、ちょっとね、それをね、ちょっと断りきれず、マキマキしてもらったんですね。そのね、マキマキしてもらったのもね、皆さんにご覧いただけないのがちょっと悲しいんですけど、一応ね、そのマキマキしたところは写真撮ってくださったので、もしね、リアルにお会いすることができたらご覧いただけますので、実際にね、お会いした方には、はい、自慢したいなと思いますので、どうか見てください。で、私がマキマキしてもらった反物は、夏大島だったんですよ。夏大島の生地に墨流しで染めてあって、それを先生が絞りのデザインを起こして、それを職人さんが絞って絞り染めしたものになるんですね。すっごく手が凝ってて、だからね、安いはずはないんですよね。またね、墨流しがまた結構ね、すっごく派手というかサイケな感じ。でもとっても素敵だったんです。お洋服だと着れないけど、着物だったらいけるねっていう感じの柄模様で、それに深緑で絞り染めがしてあって、だからね、そんなに派手でもない落ち着きのある雰囲気で、とてもね、素敵だったんですよね。で、また夏大島じゃないですか。すごくシャリ感が良くて、もうね、買えるんだったら本当に欲しいんですけど、なかなかね、お値段ね、少しお安くしてくださるっていうことだったんですけど、それでもね、とんでもないので、我慢するしかないですよね。というわけで、しっかり巻き巻きされたんですけれども、呉服屋さんじゃないからかな、メーカーさんだったからか、着想してくださってね、ありがとうございますって言ったら、はいって言って、もうすぐに着想も解いてくださって、で、帰る時も、出口までお見送りまでしてくださって、本当に素敵なメーカーさんだなって思いました。はい。で、動画の中の私は気を張っております。どうですか？白い襟と青い帯揚げのこのコントラストがすごい爽やかだし、ちょっとね、帯の前柄がうまく出なかったんですけど、赤い帯もはまっていて、いい感じかなって思うんですけど、どうでしょうか？とは言いつつも、他の帯揚げどうかなってと浮気心が出て、他の帯揚げもちょっとだけ合わせてみてます。どうですか？でもやっぱりこれぐらいメリハリがあった方がいいかなと思い直して、やっぱりこれはこのコーデでいこうかなと思います。どうですかね？キュートっていうよりはアクティブキュート寄りな感じもするんですけど、でも地味じゃないかなと思うのでいいかなと思います。はい。で、こちらは立花の帯合わせの方ですね。どうでしょうか？こちらの着ている時の動画はショート動画で今後上げていくので、またそちらも楽しみにしてくださる方はチャンネル登録をお願いします。これもね、馴染んでるし明るいしいいかなと思います。はい、それでは2つ並べてみました。どうでしょうか？視聴者の皆さんにコメント欄で可愛く着れるんじゃないかってご助言いただかなかったら、これはね、手放していたと思うんですよ。だけど皆さんのおかげで改めてね、コーディネートを考える機会を作ることができました。ありがとうございました。今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を更新しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。